熟成させた斜めに包丁を傾けながら、こういう向きでねカマトロって筋が入っているんですよ。はい、カマトロということで、これね見てわかる通りこの辺ね変色していて、なんでこんなね色の悪いマグロを使っているのかという意見もあるかと思うんですけれど、これはね、熟成させたカマトロなのでこういった色をしてるんですけれど、なぜにねこんな感じでね変色するまでマグロを熟成させるのかだとか、あとねどうやったらカマトロをきれいに外すことができるのかだとかね、そういったお話をしながらカマトロをさばいていこうかと思います。これねマグロのカマというのは基本的にねここにカマトロの部分がありまして、こっちはね赤身の続きなんですよね。なので、最初にね赤身を外して、それからこちらのねカマトロを外していきます。こっちのね赤身はねここにうっすらと血合いがついていまして、この辺はね、食べることができるんですけれど、見てわかる通りねなかなかに筋の強い部分ではあるので、筋はね外してネギトロだとかに回すといいのかなと思いますんで、断面を見ればわかるように結構ね強めの筋がついていますんで、筋が気になるっていう方は筋を外してこうスプーンか何かでね引っかきながらネギトロにして食べると良いのではないかと。マグロの色が変わっているのは当然ねマグロを寝かせたからなんですけれど、このねカマでだいたいね水揚げから2週間ぐらい寝かせた状態でして、なぜにねこんなに変色するまで2週間も寝かせてから、カマを取り出すのかと言いますと、このねカマの身っていうのはね脂が乗ってて美味しいんですけれど、結構ね身自体が硬くてごわつくと言いますか、生で食べるとね口に当たるんですよね。なのでこうやってねしっかり寝かせて身をしっとりとさせてから、身がね落ち着いて柔らかくなった状態でさばいて食べると。基本的にねカマっていうのはこのね内側も外側も硬い骨で覆われてるんですよ。骨の内側をこう包丁を入れて取り出すと、まずはねこちらの皮目に沿って、包丁を入れていきます。こう包丁を入れるとここのね骨にすぐぶつかるかと思うので、この骨にぶつかるまで、包丁を入れてさばいていくと。この部分の骨がこうね内側に入っておりまして、こっちのね皮目に来ると急にね包丁がスッと入るポイントがあるんですよ。この包丁がスッと入るポイントまで来たらこういった形で包丁を奥に入れてスライドさせていくと。この真ん中あたりの、皮目に包丁を入れてるうちはこれねここの骨に刃がぶつかってこれ以上進まなくなっていますので、ここまでねこう包丁を入れて、でこのね骨が終わるところがあるんですよ。この骨が終わるとこういった形で反対側に包丁が抜けますので、包丁が抜けたらそのまま、包丁を引き抜くと。続いてこの上を外していくんですけれど、上はねここからねだいたいこの辺りの位置までここにね1本硬い骨が入ってるんですよ。硬い骨のちょっと下を狙って包丁を入れていくと。この際に水平に入れるのではなく多少ね斜めに包丁を傾けながら、切り進めていくと。ここでね
包丁ね、押し込めば奥に入ってしまうんですけれど、ここはねこの骨の表面に傷をつけるようなイメージで、そんなにね深く包丁は入れずに表面だけうっすらと切り込みを入れてください。深さでいうとこんなもんですね、1センチもいかないぐらい、この本当にこのぶつかる骨の表面をなぞるといったイメージですよね。ここまで来ると突然ねこの骨が消えるんですよ。消えたら少しだけ包丁をこう上にね押し上げるようにして、こんな感じで鎌の部分を開いていくと。鎌の実が外れたら今度は指を使ってこういった形でねブチブチっとこの骨と鎌の実を外していくっていう、包丁でやってもいいんですけれど、このね骨の形が結構いびつな形をしているので、これはね指で外した方がこのカマトロのね身は綺麗に外せますよと。そう、なんか骨のね本当に周りについた身を指で剥がしていくっていう、この筋を断ち切っていくっていう感じですかね。きっかけさえ作ればあとは比較的簡単にこのカマトロがね外れていきますので、先ほどの下のね切れ目とつながるポイントが現れるはずですので、そうしたら最後このね切れ目をうまいことね包丁でつなげれば、こういった形で指でねこの骨の周り、これちょっと開くとこういった形になっているんですけれど、ここのね指で外した肉とこの包丁の切れ目がしっかりつながれば、このカマトロがねスルスルっと抜けてきますので、カマトロが抜け出したら最後ねこの離れきっていない部分をちょっとね包丁でサポートしながら切り進めればカマトロを引き抜くことができます。そうで、これねカマトロってねちょっと面白いのは、このね骨の手前はね、しっかりとねサシの入ったトロになっているんですけれど、このね骨のね奥の身っていうのはこんな感じでね赤身がくっついてるんですよね。この赤身はね、無理して外さずに、僕はね釜ごとオーブンに入れて焼いて食べたりしてしまうんですけれど、この辺はね好みの食べ方をしてくださいと。試しに外してみますとこんな感じでね赤身の肉が出てくると。こう分解するとここにね太い骨が1本ついていますんで、この骨がねこういう曲線を描いているので、この曲線をねこう包丁でなぞるのが多分ね難しいと思うんですよね。僕はカマトロに関しては指で外すようにしておりますと。骨の周りだとか、この辺にもね、取りきれなかった肉がしっかり残るはずですんで、これはね、オーブンなどで焼いてシーチキンなど作ったりすると美味しく食べることができますので、このねカマはしっかり有効活用してくださいと。ここからねこの色の変わった部分だとか、こちらのね、赤身との境目の筋の部分だとかを取り外していきます。こちらは基本的にこの筋を薄く薄く外していくだけですんで、そんなにね難しい作業ではないのかなと。慎重に外していけば結構綺麗にねカマトロを取り出せるのかなと。薄く薄くねこんな感じでポイントを探りながら磨いていってくださいと。
続いてこのね色の変わった部分だとか、あとねこの裏側のこのマグロの皮目の部分だとかを、磨いていきます。でこの作業もねなるべく薄くね探るようにしながらこの身を削っていってくださいと。ちなみにね今日のマグロはこれね山口県のね仙崎っていうところの、216キロの本マグロですので、なかなかね国産の生のマグロで200キロ超えの魚体をね扱う機会もありませんので、今日はねこんな動画を撮っておりますと。カマトロに関しては結構身がしっかりしているので、大トロみたいにね身がバラバラっとばらけてしまうような心配はありませんので、こんな感じでね、身を裏返したりしながら作業をしやすいようにちょっとねこう身を丸めてみたりしてね、この筋を張らせてから取り除いていくと比較的きれいに作業を進めることができるのかなと。マグロというとねどうしても大間の印象が皆さん強いかと思うんですけれど、基本的にね大間のマグロというのは11月12月1月冬のね寒い時期に出回るものでして、夏場にね大間のマグロっていうのをね扱っているようなお店があったら、それはねまず間違いなくね冷凍のマグロ、だから冬に取れたものを冷凍しておいて使っているなんて場合がほとんどだと思いますので、ブランドがあるので冷凍でももちろん美味しいんですけれど、季節によってね日本全国いろいろなところでマグロは水揚げがあるものなので、大間のマグロが一番いいというわけではなく、夏はね和歌山の那智勝浦だとか、山口仙崎だとか結構ねいいマグロが上がるので、その季節のマグロを楽しむのがね、なんか僕は食事として面白いのかなと思ったりしますかね。綺麗なねピンク色が出てきましたら、あとは切って食べるだけと。なんとなくねこっちは霜降りって感じですけど、こっちのね裏の身を見ると結構ねなんていうのかな、サシとお筋と混ざったようなね、白い筋が入り組んでいるので、だからなんか若干硬そうっていうのはね想像がつくと思うんですけれど、結構硬くて口に触るので僕は、しっかりと寝かせてから使用するといった形ですね。マグロを切っていくんですけれど、過去にね何度かマグロというのは筋に対してねこう垂直に刃を入れて切っていくんですよというお話をしたことがあるんですけれど、カマトロこそ筋目を気にして切るべきでありまして、これなんとなくねこう細長いんでこういう向きでねカマトロって切りたくなってしまうんですけれど、裏から見ると分かりやすいんですけれど、こういうね細長い柵に対してこういう向きでねカマトロって筋が入っているんですよ。なので、カマトロを切る場合はねまず一度ね柵取りしまして、この柵取りした身に対してこの方向に筋が入っているので、この筋を断ち切るように切っていくと、ほぼほぼね筋が口に残らないカマトロを食べることができるんではないかと思いますんで、カマトロね食べる機会がありましたら、筋の向きを意識しながら切ってみると
口当たりの良いとろけるようなカマトロを食べることができるんではないかと思いますので、よかったらお試しくださいませということで、本日はねカマトロの、外し方と、カマトロをねお刺身に切る際のコツをね紹介させていただきましたと。お召し上がりの際はねカマトロは油が強いので、油が強い食材というのはねわさびが効きづらいので、たっぷりめにねわさびを添えて食べると美味しく召し上がることができるのではないかと思いますんで、この辺もね、参考に魚の油の量が多い時はわさびなど薬味を多めに添えると良いのではないかと思いますんで、ということで、以上です。